皆さんお久しぶりです。また猫さんです。今回は双子のパラドックスについてお話ししたいと思います。あるところに双子の兄弟がいました。双子ですので、もちろん同い年です。そのうちお兄さんは宇宙飛行士になって、ロケットで宇宙に飛び出すことになりました。地球を出発したロケットは、光に近い速さで順調に飛んでいき、その内向きをくるりと変えて、地球に戻ってきました。ロケットから降りたお兄さんが地球で待っていた弟と顔を合わせるとあらびっくり。なんとお兄さんは若いままで、弟の方が年を取ってしまっていました。という、とても不思議な SF チックなお話です。これは光の速度に近いくらいすんごく速く物が動くと、その動いているものの時間は動いていないものに比べて時間の流れがゆっくりになる、という不思議な現象を、わかりやすいお話にしたものです。これは錯覚や勘違いや、SF や作り話ではなく、確かにそうなるようです。実際にロケットを作って光の速さで飛ばすのはなかなか難しいんですが、地球上で似たようなことを確かめられる実験はいくつかあって、実際に確かめられています。不思議で面白い現象なので、このことを題材にした映画や小説などもたくさんありますので、どこかで聞いたことはあるのではないでしょうか。ところで、これには続きがあります。このお話では、お兄さんがロケットに乗って宇宙へ飛び出していきましたが、ちょっと見方を変えて、逆にお兄さん側から地球を眺めた時のことを考えましょう。ロケットの中のお兄さんからすれば、確かに自分が地球から遠ざかっているわけですが、逆に地球が自分から遠ざかっていった、と考えることもできます。飛んでいったのは地球の方のように見えるわけですね。しかも光に近いくらいすんごい速さで、電車に乗っている時、駅で待っている人が自分から遠ざかっていくことを想像してください。後でまた紹介しますが、A が止まっていて B が動いている現象と、B が止まっていて A が動いている現象は、原理的に全く同じだということを前提にします。すると、お兄さん側から見ると、動いていったのは弟の方になります。動いた方が時間の流れがゆっくりになるなら、弟の時間の方がゆっくりになり、再会した時に年を取っているのは自分の方だ、となるのです。弟側から見るとお兄さんの方が若くなり、お兄さん側から見ると弟の方が若くなります。これはどちらの方が正しいのでしょうか？どちらも間違っているのでしょうか？この矛盾のことを双子のパラドックスと言います。今回はその双子のパラドックスを中心に、お話を始めてみようと思います。という前置きの後で、今回のテーマはこちら。ででん。双子のパラドックス。双子のパラドックスをきっかけにして、相対性理論について学びましょう。相対性理論というのは、前の動画で紹介した量子力学と同じように、今の物理学のベースとなる、とても面白い理論です。量子力学はとても小さいものの振る舞いを考えるときに使いましたが、相対性理論はとても速く動くものの振る舞いを考えるときに必要になります。もしよろしければ、量子力学の動画の方も頑張って作りましたので、ぜひご覧ください。このチャンネルでは放射線治療に関する様々なテーマを、少しずつまったりと紹介していく予定です。がん治療の一つである放射線治療について、皆さんに知ってもらえるきっかけになれば幸いです。なおこの動画では、ゆっくりボイスで声を入れていますので、苦手な方はここで動画を止めて、他の動画をお楽しみください。それでは、よろしくお願いいたします。もともと同い年だった二人がロケットに乗って帰ってきた時、弟側で考えるとお兄さんの方が若くなり、お兄さん側で考えると弟の方が若くなることが予測されます。でもそもそもこの話、ちょっと感覚的には受け入れにくいですよね。普段生きていて、廊下を走ってたら時間が遅れたなんて感じたことないし、これは例えば何かに夢中になっていて、気づいたら知らない間に、時間がめっちゃ溶けてたといった感覚的な話ではありません。スマホ触ってたら一日が短いわという話ではないんです。原理的に時間が遅れます。ただこれは物が光に近いくらいすごく早く動いた場合にだけ起きます。私たちが普段暮らしているような、光の速度よりもずっと遅いものしかない世界では、
たとえ時間が遅れてたとしても小さすぎて気づくことができないということです。光の速度に近いくらい、すごく速く動く世界では、相対性理論を使う必要があります。相対性理論はアインシュタイン先生が1900年代に確立した、すごく速く動くものの世界を考えるときに必要になる理論です。相対性理論ができる前まではニュートン力学という強力な理論があり、物体に働く力や運動はすべてニュートン力学で理解されてきました。今でも、私たちが見たり感じたりできる物体の運動のほとんどすべては、ニュートン力学で計算したり予測したりすることができます。ニュートン先生の時代から時が進んで、光の正体って何だろうという研究がたくさん行われました。そんな研究の中にはこんな発見がありました。止まっている人と動いている人が同じ光を見ても、光が進む速度は常に同じに見えるということです。言い換えると、光はどんな状況の人から見ても、常にいつも同じ速度で進むということです。これは実は、それまで知られていた常識とはちょっと違う、不思議な現象でした。例えば電車が走っていて、それを外から眺めている人がいるとします。その電車は時速 60km で進んでいるとします。当然、見ている人には、電車が時速 60km で進んでいるように見えます。次に、その電車に時速 40km で並んで走っている人がいるとします。めっちゃ速いんで、車にでも乗せときましょうかね。その人には、隣の電車は時速 20km で走っているように見えます。止まっている人には時速 60km で見えて、走っている人には時速 20km で見えます。速度というものは見る人の状況によって見え方が変わるんです。そのようなものを相対的と言います。速度は相対的なものなんです。同じことを今度は光についてもやってみます。光の速さは電車よりもずっと速く、時速10億7900万 km 程度です。これは1時間で10億7900万 km も進む速さです。1秒間で進む距離に直すと、だいたい30万 km にもなります。これは1秒間で地球を7周半もするという、ちょっとよくわからないくらいとんでもなく速い速度です。速すぎて電車では全然追いつかないので、ロケットに乗って追いかけることにしましょう。地球から秒速30万 km で発射した光を、秒速20万 km のロケットで追いかけるとします。実際そんなロケットが作れるかどうかは置いておいて、電車の時と同じ考えでいくと、ロケットからは光が秒速10万 km で飛んでいるように見えるはずです。なんですが、実はロケットの中で見た光は秒速30万 km で飛んでいるように見えます。おや？速度は相対的なので、同じ光を止まっている地球から見た場合と、秒速20万 km で動いているロケットから見た場合では、光の速度は変化して見えるはずですよね。でも実際には、地球から見ても、ロケットから見ても、光の速度は秒速30万 km に見えます。これはどうしたことでしょう？これは思考実験であって、実際に本物のロケットを作って確かめるわけにはいきませんが、このことを地球上でできる別の実験を実際にやって確かめてみた結果、間違いなさそうなことが分かりました。これは何が起きているんでしょうか？たくさんの学者が様々な説を提唱する中、アインシュタイン先生はこのように考えました。そもそも時間や空間が絶対的なものであって、速度が相対的なものであるという考え方が違っているんだと。実は速度、正しくは光の速度こそ、絶対的なものなのだと。速度は距離を時間で割って計算します。今、速度を求める問題は小学校6年生で習うみたいですね。距離はメジャーや物差しで測れるから絶対的なものです。誰が測っても1メートルは1メートルで、違っていたら測る意味がありません。また時間は時計で測れるから絶対的なものです。このような考え方を絶対空間、絶対時間と言いまして、感覚的にもさほど不思議なこともなく、ニュートン力学はこの絶対空間、絶対時間を正しいとして構築されています。まあ納得できますよね。
そして速度は先ほどの電車の例のように、見る人によって値が変わりますので、相対的なものとなります。アインシュタイン先生がすごいところは、ここで光の速度を強引に絶対的なものとして考えたことです。これは実験事実とはいえ、めっちゃ大胆です。すると辻褄合わせのために、今度は距離や時間の方を相対的なものにしなくちゃいけなくなります。ここで相対的とは何だったか。これは見る人によって変わる、ということです。距離や時間が見る人によって変わる、ということです。双子のパラドックスに出てきた話が出てきそうな雰囲気になってきましたね。ここで、次の2つのことを信じ込みたいと思います。正しいかどうかは実はまだ完璧に証明されたわけではないけど、ある前提を作って、その前提が正しいのなら、これから説明することも正しい、といった論理の展開をする場合があります。その前提のことを公理と言います。相対性理論には2つの公理があります。1つ目は、光の速度は観測者がどのように動いていても一定である、という前提です。先ほど説明したやつですね。これを高速度不変の原理と言います。実験からそれっぽい結果が出てはきましたが、まだ証明されきったわけではありません。誤差かもしれないじゃないですか。実験事実を公理としたのは、もしかしたらまだ実験が間違っていて、もしかしたら光の速度が絶対的であるというのも違うかもしれないからです。二つ目は、ある座標系で成り立つ物理法則は、別の座標系に持っていっても成り立つ、という前提です。こっちはちょっと難しいですね。少し言い方を変えると、この宇宙にはある特定の、特別な性質を持った座標系は存在しない、という感じです。こうすると、例えば宇宙の中心に、それ自体全く動いていない宇宙の原点みたいな点は存在しないことになります。そしてこうしておかないと、物体 A や物体 B が乗っている座標系が宇宙原点に対して、止まっているか動いているかを常に考えておかなくてはならなくなりますので、宇宙原点を見つけ出さない限り、理論が作れないことになってしまいます。これを相対性原理と言います。相対性理論はこの2つの公理を前提にしています。高速度不変の原理と相対性原理を前提にして、次はこんな思考実験をしてみましょう。地球上に長さ30万 km の筒を作ります。30万 km もの長さの筒なんて作れるわけないだろというツッコミは無視します。思考実験だって言っているでしょ。筒の下に光を出す装置、筒の上に光を受け取る装置を置いておきます。筒の下から光を飛ばすと、1秒後に光は上に到着すると思います。光の速度は秒速30万 km ですから。次にその筒をロケットに乗せ、ロケットの中から光を見ることにしましょう。ここで相対性原理によって、地球上で見ていたことと同じことが起きるとします。つまりロケットの中だろうと地球上だろうと、光は下から上へ到着するのに1秒かかることになります。ここまではいいですよね。次に、ロケットの中の光を地球の人が見ているとどうなるかを考えます。どうやって見るのとか、見えるということはそこから光が飛んできてるんだよねとか、そういった野暮なツッコミは無視します。思考実験だって言ってるでしょ。すると今度は光が動く道筋はこのように斜めになります。斜めですので光が進む道筋は長くなりますが、高速度不変の原理によって光の速度は変わらないので、1秒で到達できる距離はここまでということになります。つまり光を飛ばして1秒経った後、ロケットの中で見ている人と地球で見ている人で、今、光がどの場所にいるのかが違うということです。地球で光が上まで到達した時、ロケットの中を見るとまだ上まで到達していませんので、地球から見るとロケットの中では時間がゆっくり進んでいるように見えるということになります。つまりロケットの中では時間が遅れます。ロケットの中では時間は遅れますが、ロケットの中の人がそれに気づくことはありません。ロケットの中では光は1秒で下から上に到着することはさっき言った通りです。これは人の感覚が狂ったわけではなく、時計が壊れたわけでもありません。時間が相対的になって、地球の1秒とロケットの1秒が違うのです。
ちなみにロケットが光の速度に比べてずっと遅ければ、このようなことは起きません。ずっと遅ければ、こんな感じで光の道筋も斜めにはなりませんからね。日常で時間の遅れに気づかないのは、こんな感じで光の速度に比べてずっと遅いものを見ているからと考えられます。ということで、光に近いほど速く動くものは、動かないものよりも時間がゆっくり流れることが予測されます。ここで初めの双子のパラドックスに帰ってきてみましょう。双子の弟は地球にいて、兄はロケットに乗って宇宙の彼方に飛んでいきます。ロケットが光の速さに近くなると相対論効果が現れ、弟から見ると兄の時間の経ち方はゆっくりになります。その後、兄が地球に帰ってくると、もともと同い年だった兄弟なのに、兄の方が弟よりも若くなっていることになるでしょう。相対論的時間の遅れの影響で、相対性理論で前提としている2つの公理が正しいとすると、これは正しい予測です。ところで相対性理論の公理の一つに相対性原理があって、これによると、A が動いて B が止まっているのか、A が止まっていて B が動いているのかは本質的に同じことになります。つまり地球にいる弟にはロケットに乗って動いていく兄の時間は遅くなっているように見えますが、同時に兄から見ると、弟の方が自分から遠ざかっているように見えますので、動いているのは弟の方で、弟の方の時間の方が遅くなっているように見えるはずです。再び二人が出会って、本当に時間が遅くなっているのはどちらの方でしょうか。実はここにはまだ紹介していない、ある前提があります。双子のパラドックスがここまでの説明でうまくいかないのはそのせいなんです。あえて黙ってました。ここまでで紹介した相対性理論は、実は物体が完成形にある時にだけ成り立ちます。完成形でない場合は使えないんです。完成形です。ちょっと難しい言葉使っちゃいました。完成形とは、ある物体に外から全く力が働いていない状態で、その物体が止まったまま、または動いたままであるような座標形のことを言います。動いていたとしても、途中で向きを変えたり速度を変えたりしてはいけません。これを等速直線運動と言います。例えば電車の中に乗っていて、電車の速度が安定していると、電車はすごく速く動いているにもかかわらず、それを感じることはなく、電車の中でジャンプしたり走ったりもできます。これが完成形。完成形では外から力は働きません。電車が減速したり加速したりすると、乗ってる人はおっとっととなります。これが非完成形。車に乗っていて、カーブを曲がるときに体が外側に倒れたりします。これも非完成形です。相対性理論は完成形でのみ成り立ちます。双子のパラドックスの話に戻しましょう。ロケットが地球を飛び出して宇宙の彼方へ進んでいるとき、この間は等速直線運動をしているとします。なのでここではこれまでの相対性理論が使えます。ただ、兄が地球に戻ってきて、もう一度二人が再会するためには、どこかで兄がロケットを反転させて戻ってこなくてはいけません。戻るためにはロケットを減速して、向きを変えて、地球に向かって加速する必要があります。ここが非完成形になっているんです。つまりここがパラドックスの原因なんですね。ロケットが飛び出して、いつかまた戻ってくるためには、どこかで非完成形になる必要があります。ロケットの軌道を円形にして、ぐるっと回って、ゆっくり方向転換して帰ってくればいいじゃないかと思われるかもしれませんが、同じです。円運動というのは非完成形ですので、ここまでの相対性理論は完成形でのみ成り立ちます。使える条件が限定されていますので、この相対性理論のことを特殊相対性理論と言います。では非完成形ではもうお手上げかというとそんなことはなく、アインシュタイン先生は特殊相対性理論を拡張する形で、非完成形でも成り立つ相対性理論を構築しました。それを一般相対性理論と言います。一般相対性理論によると、先ほどのように早く動くものでは時間が遅れるということの他に、力が働いて加速度が発生しても時間が遅れることを証明しています。加速度というのは物が減速したり加速したりするときに発生するようで、
要するに非完成形での出来事です。兄はロケットを反転させる時に力を受けて減速し、向きを変えて地球に向かって加速すると言いましたが、一般相対性理論によると、この時に時間の遅れが発生しています。ですので、ロケットに乗って飛び出していった兄が地球に帰ってきた時、やはり弟よりも若くなっていることが予測されるんです。これが双子のパラドックスの結論です。ということで、今回は双子のパラドックスから相対性理論に関してお話ししてみました。今回のポイントは、絶対空間や絶対時間といった、感覚的に正しい、常識をあえて捨てて、相対空間や相対時間といった新しい考え方ができるかどうかだと思います。ただ、正直今回の動画だけでは、まだはてさてはてな部分が多いかと思います。例えば、相対性理論が正しいのだとすると、これまでのニュートン力学は間違っていたのか、だとか、なんで光だけは特別な存在なんだろう、とか、時間の流れが変わるのなら、うまくやれば過去を見たり未来を見たりもできるのかなとか、そもそもやっぱり何か間違っているんじゃないのかなとか、実はまだこの話には色々続きがありまして、現在のところ分かっていることと、分かっていないことがあります。それに関してもいずれ動画にできたらと思います。きっと少しずつ、相対性理論の沼にはまっていけるんじゃないかと思います。また、放射線治療の動画でなんで相対性理論と思われたかもしれませんが、実は放射線を理解するには相対性理論が必要で、相対性理論がなければ放射線のエネルギーなどが計算できないんです。今回の話では光に近い速度で飛ぶロケットや宇宙や光の話ばかりだったので、結局のところ何に使うのこの机上の空論と思われたかもしれません。が、実際には相対性理論は色々なところに使われていて、放射線もそのうちの一つです。このあたりも、いつか動画にできるといいなと思っています。興味を持ってもらえると嬉しいです。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、こんな感じで放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。この治療法をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちだけで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。